はい、皆さんこんにちは、モノルです。今回はですね、こちらの G7 Pro 8KPC っていうコントローラーのレビューをやっていきたいと思います。皆さんゴールデンウィークどのようにお過ごしになっていたでしょうか。私もALGS の RC フィルターソードにはだいぶね、振り回されたっていうよりかは自分がすごく興味がある内容だったので、すごくね追いかけてたっていうね、そんなゴールデンウィークだったかなと思います。プライベートでもね、いろいろ忙しかったっていうのもあって、それ以前からね、この3つのコントローラーについては入手はしていたんですけど、なかなかレビューをするタイミングっていうのがなくて、ようやく今ゴールデンウィークの最終日なんですけど、撮影を行っているっていう、そういう状況になっています。本当にね、お待たせして申し訳なかったなと思うんですけど、ようやくこれをね、レビューすることができるっていうことでね、ゲームサーとしてもかなり力を入れて出してきているコントローラーですね。 8000Hz のポーリングレートっていうのはやっぱり注目度も高いですし、やっぱりゲームサーで今一番人気のあるコントローラー G7 Pro に 8000Hz を搭載してきたっていうことでね、この1年の中でもおそらく最も注目度の高いコントローラーの一つかなと思います。なので、じっくりと検証してきましたので、ぜひね、チェックしていってみてください。そしたら行ってみましょう。はい、それでゲームサー G7 Pro 8KPC の細かいスペックのデータとかね、検証結果なんかはですね、概要欄に貼っているモノルのリンクの方で、チェックしていただきたいんですが、現状日本国内で発売されているのはこのシャオファイエディションっていうね、もののみになってます。しかもですね、現在、在庫切れですということでですね、ちょっと今現在は入手することができません。こちらですね、発売日とかの詳細分かったらですね、コメント欄にピン止めコメントでもね、しておこうと思います。以前在庫があった時はですね、15,999円っていう価格で販売されていたっていうことでですね、ちょっとね、価格はだいぶ高めかなっていうことにはなってます。こういったゲームサーのコントローラーとしてはですね、かなりハイエンドに近いようなそんなコントローラーになっているかなというふうに思いますね。はい、そしたらちょっと本体の方とかね、あとは付属品なんかもチェックしていきたいなと思うんですが、まず一番右側にあるもの、こちらはですね、ゲームサーG7 Pro 8KPC の AIM Labo エディションということで、AIM Labo っていうね、AIM 練習ソフトウェアですね。メインではキーマウの方がよく使われてるんですけど、パッドでもね、結構使ったらAIM 良くなるよっていうことでですね、割とパッドユーザーの方も使ってたりするそういうソフトが、Steam とかで販売されてたりするんですけど、そちらとのコラボモデルっていうことになってますで、次がこちらですね。日本国内でも一時的に販売されてました、シャオファイエディションということで、ストリートファイター6で、特にね有名なシャオファイ選手とのコラボモデルということです。でこちら3つ目が2O3ですねとのコラボモデルっていうことですね。こちらのゲームも非常に人気があるね、かなり面白いゲームっていうことでね、割と評判がいいものですが、こちらとのコラボモデルっていうのが、こちらになりますね。はい、まずこちらの AIM Labo エディションですね、付属品としてはこの充電ドックです。 AIM Labo っていう風に書かれたこの充電ドックっていうのがついてくるのと、十字キーの回ですね、ちょっとだけ十字に切れているお皿型の十字キーと、さらにこのしっかり十字に切れている十字キーで、丸型の完全なお皿型っていうのが標準で付属していて、充電ケーブルですね、非常に凝った作りの布織りがされた非常に耐久性高そうなね、いい USB ケーブルっていうのもついてます。で、なんといっても AIM Labo エディションの特徴としてはこのスティックの回です。で、標準でついてくるスティックのキャップ、これちょっと透明の青っぽい色ですかね、青緑っぽい色のスティックキャップになってるんですけど、付属のキャップね、これ黒いんですけど、これ噂によるとどうもゲームサーがミスってたらしくてですね、どうもゲームサー的にはこれもね、こっちと同じ色のキャップをつけたかったらしいんですけど、どうも実際ついているのは黒くなってしまっていて、これはミスっていう噂もあります。ゲームサーに連絡するとこれを交換してくれるっていう噂もあります。付属しているスティックキャップの種類ですが、まずこういうドーム型ですね。はい、こういうドーム型のスティックキャップっていうのが2種類ですね。低い方と高い方っていう2種類がついてます。低い方が標準でついてくる高さと同じ高さになっていて、
高い方はこんな感じですね。わずかに高くなってるぐらいっていうことで、非常にね、使い勝手のいい高さのドーム型のスティックがついているのと、もう一つがですね、ちょっとだけスティックの形状が異なる、ややへこみ型にちょっと近いような形状のスティックの替えですね。高さは標準でついてくるものと同じものっていうのが入ってました。標準のスティックはね、ちょっと透明なんでかなり見づらいんですけど、ほぼほぼフラットに近いようなそういう形状してるんですが、ほんの少しですね、形状が違うへこみ型っていうのが入っているということで、この6つの替えのスティック、これが付属しているっていうのがこの AIMLab エディションの特徴になってます。それであとはね、いつもの取扱説明書とかですね、ウェルカムカードあたりっていうのも入ってました。あともう1点ですね、こちら無線ドングルっていうのもね、ついてました。特に何も刻印されてないかな。私が入手した時点ではね、ゲームサー公式から入手したんですけど、まだ国際対応がされてないんで、技的っていうのは全てのバージョンでついていないっていう状態になってました。これがね、国際版が発売されるっていうのはおそらく5月のね、初旬か中旬かそのあたりになってくるのかなっていうふうに思います。続いてチャンピオンシャオファエディションですね。こちらに付属しているものはスティックの替えを除いたほとんど全てのものがついてくるんですが、こちらですね、なんかね、変わったカードみたいなものが入ってました。シャオハイ選手のね、カードっていうことで、これがめちゃくちゃ凝っててかっこいいですね。なんか普通にかっこよくてね、スト6とかでね、シャオハイ選手が好きな方っていうのはもちろん嬉しいと思いますね。デザイン的にどうでしょうね。私はこの3機種の中では AIMLab バージョンが結構ね、思ったよりもネット上で写真を見た時よりも結構かっこいいなと思ったんですけど、このシャオハイバージョンももちろんかっこいいなっていうふうに思っててですね、結構これが一番気に入って使ってるかなっていう感じなんですけど、そのあたりね、好みのデザインを選ぶもよしですね、付属品によってね変えるっていうのも面白いかもしれないですね。それで、こちらが 2O3 バージョンですね。付属品は一番この3つの中ではシンプルですかね。特に特別な付属品っていうのがなくて、基本的な充電ドック、替えの十字キー、ドングル、USB ケーブル、取扱説明書っていう風な付属品になってました。改めてデザインの方ちょっと見てみたいんですけど、どうでしょう。私この AIMLab バージョン最初に発表された時に見た時すごくダサいなっていう風に正直思ったんですけど、意外と手に持ってみるとそこまでねデザイン悪くないです。特にこの透明な部分の質感とかですね、結構良くて、そこまでかっこ悪くないんですよね。なんで全然これでもいいかなっていう風には思いました。スティックの替えが欲しいよっていう方でデザイン気になってた方は意外とねありかもしんないですね。でこの2つはね、特に 2O3 に関してはこのゲームが好きだよっていう方がね、使うのがいいかなっていう感じがしますね。このゲーム特に好きだっていう方は相当いいんじゃないでしょうか。ややねゲームの内容寄りなデザインになってるんで、ちょっとね、知らない方にとってはあんまりね、見た目いいとは思わないかなっていう気はします。シャオハイエディションはシャオハイ選手っていうね、プロ選手とのコラボモデルっていうことなんですけど、純粋にデザインとしては一番ね、一般受けしやすいようなデザインにはなっているのかなっていう気はしますね。戦うコントローラーっていう感じのイメージのデザインになっているので、結構かっこいいような気が私はしてますが、皆さんどうでしょう。どう感じられるでしょうか。なかなかね、思ったよりデザインは良くて、そこまで私は悪いとは思わなかったかなっていうところですね。以前の G7 Pro はね、非常にシンプルなデザインでね、これは無難にすごく良かったなっていう気はするんですけどね。以上ですね、付属品っていうのは見てきたんですが、そしたらですね、スティックの硬さとかスティックの直径見ていきたいと思います。まずスティックの硬さの方はですね、約55ぐらいですかね。 55g フォースぐらいですね。スティックモジューラ GS13 Pro が使われているということなんですけど、結構ですね操作感的には柔らかくてですね、バージョンによる違いはなさそうですね。
全てだいたい 55g フォースぐらいっていうことでですね、非常に、柔らかくて操作しやすくて FPS ゲームには非常に向いている硬さかなと思います。はい、スティックの直径は、はい、17.22mm っていうことで、このサイズはおそらくプレイステーションサイズですね。はい、プレイステーションサイズのフリークが、はい、ぴったりくっつくようなサイズになってます。Xbox サイズのフリークはつかないので注意が必要になります。はい、そしたら本体の方を見ていきたいと思うんですが、はい、サイズ感完全に G7 Pro と同じになっていると思います。よいしょ。G7 Pro とね、充電ドックも全く共通になってますね。なので、サイズ感ですね、非常にコンパクトで Xbox サイズよりもね、一回りちっちゃいかなぐらいなですね、すごく持ちやすい。相変わらずですね、G7 シリーズに関しては非常にサイズ感はコンパクトでいいかなと思います。手がちっちゃい方にも使いやすいと思いますね。ショルダーボタンの位置とかもね、結構このトリガーにも近いですし、割とショルダーボタンも押しやすいんじゃないかなと思いますね。背面にボタンとショルダーにボタンということで、こちらのね、構成はこの G7 Pro と変わってないです。で、背面ボタンはタクトスイッチなんですけど、こちらロックすることができるようになってます。ちょっとね、浮いたままこの形で押せなくなるっていう形なんですが、まあ実際ですね、背面ボタン使わないよっていう方はね、これで、全然、持ってもね、そんな段差が気になるってことはなくてですね、このロック機能っていうのもすごくね、いいかなっていうふうに思いますね。で、トリガーストップですけど、トリガーストップオフの状態でこのぐらいのストロークがあります。まあ普通のストロークですね。で、トリガーストップをオンにすると、はい、こんなストロークです。相変わらずというか、すごくストローク短くて、軽く押せてですね、非常に優れたトリガーストップだと思いますね。ちょっと G7 Pro よりもストローク短くなったかな。G7 Pro こんな感じで、ちょっとストロークあるんですよね。これほとんど動いてるのわかんないですよね。なんかストローク短くなったんかな。でもこっちはちょっとストロークありますね。改善されてる可能性もちょっとあるな、これ。でもほとんど変わらないですかね。はい。トリガーストップはね、G7 Pro の時からすごく定評のあるトリガーストップですから、これも本当にすごく良くて、マイクロスイッチボタンに変わるトリガーストップになってます。はい。で、LB、RB がタクトスイッチで、ショルダーの追加ボタンはマイクロスイッチですね。でフェイスボタンはマイクロスイッチ、十字キーもマイクロスイッチになってます。基本的にそういったところのボタンの作りとかはね G7 Pro と変わってないですね。はい。なのでこのね G7 Pro の時からですね、この 8KPC になってハード的な変更っていうのはおそらくないんじゃないかなというふうに思います。なので変わったところとしてはやっぱり 8000Hz に対応したっていうところと、こちらの時は Xbox 対応コントローラーということで公式認定コントローラーだったんですが、こちらは PC のコントローラーということで、公式認定が外れたことによって逆にですねスイッチに対応しているっていう大きな違いがあります。対応機種としては PC、スイッチ、iOS、Android っていうことでですね、この Xbox 公式認定コントローラー自体よりも対応機種は幅広くなっているっていうことですね。はい、それでですね、ハード的に実は大きく変わったっていうところがここになります。スティックモジュールがですね、完全に違うものに変わりました。もともとね、こういう薄型のスティックモジュールで TMR スティックであったんですけど、少し操作感がねちょっとあんまり良くないような、そんなスティックモジュールが使われてました。今回から、このようにですね、普通のサイコロ型のね立方体のそういうスティックモジュールに変わっていて、こちらがですね JS13 Pro っていうスティックモジュールになりますね。ゲームサー的には TMR マグレズスティックのバージョン2かな、レブ2かな、なんかそんな感じのことを言ってますけどね、JS13 Pro と同じような角度センサーになったっていうことでですね、これがすごくリニアな操作感で、FPS ゲームとかね、いわゆる純コンの操作感にすごく近いような操作感が得られるスティックモジュールに変わったということです。G7 Pro 時代も結構ですね、この操作感が逆に好きで、いいって感じられてた方も多かったっていうところはあるんですけど、やっぱりですねこの GS13 Pro 本当にですね操作感いいです。
FPS ゲームで遊ばれる方はもちろんアクションゲームとかですね、2O3 でもそうですし、エルデンリングやナイトレーンとかですね、そういったアクションゲーム、モンハンもそうですかね、とかで遊ばれる方なんかにもね、非常にいいスティックモジュールになったっていうことで、これがね、非常に大きなポイントかなというふうに思います。そしたらですね、このスティックモジュールの感度についてちょっと調べてきたので、そちらを見ていきたいと思います。はい、それで、ゲームサー G7 Pro 8KPC のスティック感度カーブの方をね、計測してきました。こちらのグラフがリニアとの誤差になってますが、見事なリニアな感度かなというふうに思います。左右誤差若干見られますが、言って 5% くらいなんで、これはね、もう全く実際のゲームプレイで感じるようなものではないかなと思います。個体差っていうのももちろんあったかなというふうに思うんですが、実際の操作感としてはですね、もう完全にリニアと言っていいと思います。なのでリニア化設定とかっていうのは必要なくてですね、ゲームサーコネクトの方で、設定をするときにですね、デフォルトで、設定されているですね、リニアなプリセットを使えばもう十分にリニアに使っていけるっていうことになります。これはね、以前の G7 Pro のスティック感度カーブのリニアとの誤差ですね、かなりね、複雑回帰で、実際のプレイの感覚とこのグラフっていうのがどうも合わないみたいなんですね。非常に難しい、スティックの感度だったのと比べるとですね、ものすごく本当に完璧に改善されていると思います。ここが私は G7 Pro 無印とこの 8KPC との一番大きな違いかなというふうに感じています。はい、そしたらゲームパッド LA の方でですね、遅延の計測結果を見ていきたいと思います。今回もプロメテウス82という計測手法ですね、最新の方法で、行ってきました。まずですね、有線ケーブル接続の X インプットモードから見ていきたいんですけど、こちらですね、この計測結果実は8ビットっていうステップ精度ですね、スティックの方は8ビットっていうので計測を行ってます。それで計測した時に、スティックが 0.93 ミリセカンド、ボタンが 1.37 ミリセカンドっていう計測結果となりました。実はですね、このコントローラー、ステップ精度を12ビットにすると 8000Hz ぐらいちゃんと出るんですけど、8ビットっていう風にステップ精度を荒くした時に 4000Hz ぐらいまでですね、ポーリングレートが下がるっていう現象を確認しています。とはいえですね、十分に高速かなと思います。8000Hz で使わなくても 4000Hz で十分にね、高速なので、ステップ精度を変えたらポーリングレートが下がるっていうところに関してですね、そこまでね気にする必要はないのかなっていうような計測結果になってますね。一応ですね、12ビットで計測した方が早いよっていうのがね、これ、ハイパーストライクを制作されているイーサボンさんって呼ぶんですかね、が計測された結果では見えてたりするんですけど、1ミリセカンドとかですね、切ってくるような値になってくると、プロメテウス82っていう計測手法は精度がどうもあまり良くないんじゃないかっていう話があります。なので最速っていうところをですね、このプロメテウス82っていう計測手法で計測した遅延の計測結果から決めるっていうのはね、あまり適切ではないかなっていうふうに感じるところですね。なので、あくまで参考程度にはなるんですが、1ミリセカンド切ってきたり1ミリセカンド前後の値が出るっていうことなんで、ほぼね、もう体感とかそういうレベルの話ではないようなすごく高速なコントローラーっていうことになります。で、これ優秀なのがですね、X インプットモードだけじゃなくてスイッチモードとか、あとはプレイステーションモードですね、プレイステーション4モードというかですね、D インプットモードなんですけど、そちらでもね、かなり優秀な結果が出てるっていうのがこの G7 Pro 8KPC の特徴かなと思いますね。なので、スイッチにつなげたりとか、あとはコンバーターとか使ってですね、プレイステーション5に接続した時とかですね、そういった時にも結構優秀な結果が出るんじゃないかと期待できるっていうところがですね、非常にいいかなっていうふうに思うところです。で、無線ドングル接続も総じて非常に高速でした。8ビットで 4000Hz 相当にちょっと性能ダウンしているにもかかわらず 3.32 と 3.56 っていうね、値で、もうこれはですね、最近のコントローラーではね、もうだいぶ標準的にはなってきたかなと思うんですけど、 FPS ゲームみたいな競技性の高いゲームをやるときも無線ドングルを使って遊んでも問題ないよと、そういう風な遅延になってきているかなというふうに思います。
またですね Bluetooth 接続も早いですということでですね、Bluetooth 接続に関してもポーリングレートが非常に高かったっていうところとですね、遅延の結果も非常に優秀っていうことで、どうしても Bluetooth で使いたいっていう方でもですね、かなりいい、遅延性能で遊べるっていうところもその 8K っていう名前にふさわしいですね非常に遅延の優秀なコントローラーになっているっていうことがわかるかなと思います。で今現状ですねこの特にボタンの遅延っていうところですねここが最速なのはどのコントローラーなのかって言われるとですね、他の方の計測結果ですねこのイーサボンさんであったりボンジリさんであったりの計測結果見る限りですねやっぱりマリウスさんが作成されているJDM5X ですか、MH4 とかって言ったりもしますね基板の方が最速になっているんじゃないかというふうに言われているところです。G7 Pro 8K-PC がそれに次いで2番目に高速なんじゃないかっていう話が出ているっていうところですね。なので、こちらのコントローラーですね最速を求めるっていう方なおかつ入手性がね、結構高いコントローラーですね、どうしてもマリウスさんの基板やコントローラーに関してはちょっと価格が高かったりとか入手が難しかったりっていうところはありますのでそういったところあるのでそういう入手性も重視してなおかつなるべく速いコントローラーがいいよという方はですね G7 Pro 8K-PC がいいんじゃないかなっていうふうに思うそんなところですね。はい、それでですねこちらのコントローラーブルックウィングマン FGCVX を使って PlayStation 5に接続してですね使うことができるようになってます。で今回すべてのポーリングレートで、有線無線両方ともですね遅延を計測してきて面白いことが分かりました。はい、一番最速だったのは有線接続の 1000Hz ですね。こちらがデュアルセンス H よりも速い 66.75 ミリセカンドっていうことで、非常に速かったです。基本的に 1000Hz 設定で使うのがおすすめっていうことになるんですが 250Hz でもなんと速かったっていうことでですね、FGCVX 使うときは他の設定ですね 4000Hz とか8000Hz といった、高いポーリングレートの設定よりも 1000Hz で使う方が早いっていうことが分かってます。これはおそらく FGCVX にかかるそのコンバーター自体にかかる負荷の問題だと思われます。1000Hz ぐらいがおそらく FGCVX にとっては優しいっていうことでですね、あまり高いポーリングレートで接続するとコンバーターが負荷によって、ちょっとしんどくなってしまってですね、遅延が増えるっていう現象が起きるようです。無線ドングル接続の場合最速は 1000Hz 設定ですね。これで 67.72 ミリセカンドっていうことで約1ミリ、約 0.1 ミリセカンドぐらいの差ですかね。平均なんで、1フレーム遅れるっていうところが、ほんの少し見られたかなぐらいですね。なんで無線ドングルでね、FGCVX に接続して使うのも全然ありなんじゃないかなとは思いますね。最速を求めるなら有線 1000Hz、無線で快適に使いたいよっていう場合は無線ドングルの 1000Hz っていうのがおすすめという形ですね。基本的には 4000Hz、8000Hz は遅いということが分かったということです。これはですねいろんなコントローラーでも検証してみたんですけど大体共通して見られるような傾向だったので FGCVX 使われる方はですね、1000Hz あれば十分で 1000Hz を選べるコントローラーに関しては 1000Hz を選んで使うのがおすすめですよということをね覚えておいてくださったらいいかなとそんな風に思うそういう計測結果になってました。はい、続いてですね、スイッチ2ですね、そちらに接続した時の遅延も計測してきています。こちらはスイッチに対応しているコントローラーですから直接接続することができるんですが、こちらね、なんと無線ドングルでもスイッチモードにすることで接続することができました。でその方法なんですけど接続してからこのビューとメニューボタンですねこの2つのボタンを同時に長押ししてあげることでですね、LED が赤色に点滅するので、そしたらスイッチモードで接続できたということになります。こんな風にして接続して遅延を測るとなんとスイッチプロコン2ですねこちらを有線接続した時と比べて、マイナス 0.12 フレームっていうね
平均フレームが記録されたということで、一番速いのがなんと無線ドングル接続ってことで有線よりも速かったっていうことなんですが、ここはさすがに計測誤差かなとは思うんですけどね、ちょっとわかんないんですが、かなり速いですねこれ。有線もね無線ドングルもめちゃくちゃ速いので、スイッチで使うのも相当おすすめ度高いコントローラーかなというふうに思います。Bluetooth 接続はねちょっと遅めだったっていうところなんで、どちらかで接続して使うのが快適なんじゃないかなっていうふうには思ったところです。はい、そしたらスプラトゥーンの方でねジャイロのテストやってみたいと思います。これはねスイッチ2で、このスプラトゥーン3を起動してですね、Bluetooth で今接続しているっていう状況になります。ジャイロどうでしょう。かなり上下動は大きいですね。上下動が大きいだけでジャイロのねレスポンスとかまではちょっとわかんないんですけど、私もねジャイロ M やりたいとは思ってるけど、なかなかねちょっとやってはきつって思ってやめてしまうっていう状態続いてるんで、本当はジャイロ M やってレビューしたいんですけどね。このコントローラー若干ジャイロはあんま良くないかもしれないなっていう感じですかね。はい、そしたら、ゲームサー G7 Pro 8K PC の設定ソフトの方をちょっと見ていきたいと思います。無印のゲームサー G7 Pro に関してはですね、ゲームサー Nexus っていうソフトウェアで設定を行っていたんですが、こちらの 8KPC の方に関してはゲームサー Connect ですね、こちらで設定を行うことになります。こちらもマイクロソフトストアの方から配布されているので、非常に安心してインストールすることができるソフトウェアになっているということでですね、設定ソフトの中身見ていくと、まずポーリングレートの設定ができますということで 8000Hz、4150 っていうね、設定ができますね。で、照明の設定とか自動でオンオフが設定できたりとかっていうことができるようになっていたり、あとはトリガーですね。トリガーの方、デッドゾーンが最初からこの95入ってます。トリガーのデッドゾーンは私はこのまま使うのがいいかなって最近思っているところですね。カーブ調整もできます。カスタムなカーブの調整もトリガーについてもできますというところ。トリガーモードを設定することもできますが、トリガーストップをね、有効にして使う場合、こちらの設定は関係がないということですね。このあたりデフォルトでも全然いいかなというふうに思うところです。ジャイロの方の設定ができます。このあたりですね、長押し、切り替え、常にオンオフっていうところとか、有効化するボタンっていうのが設定ができて、3つのボタンまで設定できるっていうことですね。このあたりのボタンが設定できますということです。で、出力を L か R か十字キーかマウスかっていうね、そういった設定もできますね。なので、こちらジャイロの機能ですね、結構しっかりと使いたいところっていうのは使っていけるかなっていう感じがしますね。で、ジャイロの設定があって、トリガーの設定があって、次が振動の設定ですかね。左グリップ、右グリップそれぞれの振動強度っていうのを0から4まで5段階で設定ができます。で、続いて、ボタンの設定ですかね。こちら Xbox 公式認定コントローラーではないのでですね、もちろんこの詳細設定っていうところでマウスですね、スクロールまで含めたマウスのボタンかなり優秀ですね。これはが設定できたり連射機能っていうのもありますよということで、 30Hz まで1刻みで連射の速度を調整できます。キーボードのキーもこれだけ割り当てられて、点キーの方でねこのページアップダウンとかも設定できますということです。もちろんコントローラーの設定が最大3個まで同時押しっていう設定もできますね。そうですね、最大3個までですね。で、マクロの設定が最大32ステップまで設定ができて、発動方法に関しては1回押したら発動するものと長押し中発動するものっていうのができて、ループのオンオフができるということで、一通りのマクロ設定はできそうな感じがしますね。よいしょ。ただこのマクロではコントローラー上のボタンしか設定ができないのかなっていう気がしますね。なんで、キーボードのキーとかは設定ができないんですね。マクロとはいえ、
マクロなんですが、キーボードのキーは設定できない、コントローラー上のキーしか設定できない、そういうマクロになってますということです。ここはちょっと物足りなさを感じなくはないですかね。せっかくね、キーボードのキー割り当てができるなら、マクロでもね、キーボードとかマウスが設定できたら嬉しいのになっていうところはありました。はい、最後にスティックの方ですね。デッドゾーンが最初はちょっと入っているはずなので、5% がね、入ってますので、こちらは私の方でデッドゾーン0100っていう風に変えてます。マッチデッドゾーンが設定できて、で、スティックの起動ですね。こちらがサークルとロー設定できるので、まず左がサークルで右ローにしてみようかな。で、ジョイスティック解像度の設定ができますということです。ちょっとゲームパッドテスターの方を見ていきます。はい、ゲームパッドテスターの方でシーンエンドチェックをしてみます。左がサークル、右がローっていうことです。右の方どうでしょうね。かなりいいですね。かなり順行に近いような仕掛けになっていると思いますので、右側の方ですね、このローっていう設定順行に近くて非常にいい感じですね。はい、ジョイスティック解像度ビットってね、このステップセットの方は8ビットが Apex Legends とかでね、遊ぶときはいいかなっていうふうに思っているところですね。で、左スティック、右スティックともスティック輝度の方はローにするのが最近の私の好みではありますが、この辺りはね、好みで全然いいかなっていうね、そんな設定項目になりますね。で、詳細なマッピングの方いきます。XY 感度スケールが設定できますということで、水平垂直比ができたり、X 軸、Y 軸反転できますというところなんですけど、これでですね、見てほしいのはここですね。はい、今これ、ゲームサーコネクトバージョン 1.11.1 っていうものなんですけど、Apex というか ALGS でだいぶ物議を醸しました。こちら RC フィルターの設定になってます。RC フィルターの設定なんですけどね、ジッターっていう名前になっていて、これがちょっとね、問題だったんじゃないかみたいな意見もよく耳にはしますけれども、このゲームサーコネクトのバージョンだけですね、RC フィルターの設定ができるっていうことです。ここからバージョンアップして V1.11.3 とかですね、マイクロソフトストアでね、最新のバージョンのゲームサーコネクト入手すると、この設定項目完全に消えます。RC フィルターの設定はもう現在できないコントローラーになってますので、そちらの説明についてはちょっと割愛したいかなと思います。RC フィルター基本的には使えないコントローラーっていう風に思っておいていただいたらいいかなという風には思いますね。この設定をゲームサーが戻すかどうかっていうのはちょっと今はまだ不透明なところですね。一応言っておくとですね、LGS でも一般の公開マッチ、ランクとかカジュアルとかですね、そういったところでも RC フィルターは全く禁止されていません。はい、なので、これを使うことは何の問題もありませんが、ゲームサーは、自主的にこの機能を完全に削除したという状況が今時点ですね、5月6日の時点の状況となっています。はい、設定項目については以上になります。はい、そういうわけで R5 の方ですね、G7 Pro 8K PC の RC フィルターがついてないバージョンで遊んできました。最近はですね、ちょっとずつこういう近距離戦も上手くなってきたのか、こういうね、RC フィルターがついてないコントローラーでもそこそこ戦えるようになってきてですね、キルリーダー取ったりっていうこともできるようになってきたっていう感じがします。そんな中でですね、じゃあ RC フィルターついてるのとついてないのどっちが強いのって言われるとですね、やっぱりド近距離戦だと RC フィルターついてる方がなんか楽に追っていけるっていう感覚はあるんですよね。ただ別にこういう普通のコントローラーでも全然ね、遜色なく戦っていくことはできなくはないかなっていう気はします。そのあたり結構微妙なところなんで、どっちが強いのかっていうのはね、個人的にはついてた方が強いんじゃないかなっていうふうに思ってて、やっぱりそういう意味でこのね G7 Pro 8K PC が RC フィルターなくなっちゃったっていうのは非常に残念だったかなっていうふうには思うところですね。で、ランクですが前シーズンのスプリット2の最終盤っていう感じでダイヤに向けて、プラチナ帯をね、回してた様子になります。
この頃は RC フィルターなんていうのは搭載されてもちろんなかったですね。もう本当に LGS の週末ギリギリに搭載されたみたいな感じだったんで、実は RC フィルター搭載版でも Apex のランク回したりしてですね、検証っていうか、動画撮影なんかもやったりもしたんですけどね、それ全部ボツになったということでね、なかなかに熱い、いろいろなね、騒動だったわけなんですが、8000Hz っていうところも一つのトピックかなとは思うんですよね。8000Hz 必要なんですかみたいなところっていうのもちょっと考えさせられるところがちょっとあってですね、私の PC に関しては今ライゼンの 3D ってついたやつのそこそこのやつとレイディオンのRX9070XT ですかっていう構成でそこそこマシンパワーはねミドルクラスぐらいはミドルハイぐらいはあるかなとは思うんで 8000Hz しっかり、多分使いこなせる PC スペックではあるかなとは思うんで、Apex でね、普通に 8000Hz で使うことはできるんですが、その割に遅延性能的にですね、その 4000Hz とか 2000Hz と比べてそんな変わらなくて、で PC 負荷増えるっていうことを考えると、8000Hz って本当に必要かなっていうのは正直かなり疑問に感じてます。8000Hz 出さなくてもいいんじゃないかなっていうふうには普通にねそう思っているところがありますね。私が独自に、Python でね Pygame っていうもので作ったこのいろんな検証ソフトとかがですね 8000Hz だと正しく動作しなかったりとかっていうことも実はあったりしました。ソフトウェアの作りがねあんまり良くなかったりとかそれなりに PC 負荷が高いような作りのソフトだったりすると 8000Hz はやっぱりうまく動作しないことがあるみたいです。もちろんマシンパワーにも左右されますし、どういうソフトをゲームと同時に実行しているかとかでもね影響を受けたりしそうですし、8000Hz って結構繊細だなっていうね感覚はあってですね、そういう意味でも安心なのは 2000Hz ぐらいかなってね、思いますね。積極的に 8000Hz っていうのを使う必要性っていうのはあんまりないかなっていうんで、もちろんですねプロゲーマーさんみたいにもう完全にですね Apex 仕様みたいなその FPS ゲーム仕様に完全にもう設定とかね、環境を整えられる方は 8000Hz を使ってですねもうなるべく遅延を減らすっていうことをやるのがいいのかもしれないんですけど、私たちのようにですね PC を他の用途にも使ったりとかいろんなゲームやったりとかするとかね、そういう方は必ずしも 8000Hz がねメリットばかりではないかなっていう気がしました。あとはスティックの震え具合っていうところなんですけど G7 Pro 8K PC に関しては G7 Pro と比べてもやや少なめではあるもののほとんど変わらないぐらいの震え具合っていうのがデフォルトですね。RC フィルターがないものに関してはそのぐらいっていうことなんですけど、操作感とかエイムアシストの感じとかですね、に関してはもうごく普通のリニアなスティックのコントローラーの感じっていうんですかね、ものすごく遅延も少ないんで、操作感は非常に良くてですね、これは普通に強いコントローラーだと言っていいと思います。やっぱり震えが大きいコントローラーの方がエイムアシストが強く感じるよっていうのは私の感覚値としてはまだ依然としてあるので現状ねそれを証明するものっていうのは何もないっていう状況ではあるんですけど、依然として、やっぱりそういう安定化係数だったりですね RC フィルターだったり搭載されているコントローラーの方が個人的にはおすすめ度は高いかなっていう気はするんですけど、あえてそういうのがね搭載されてなくて今後もねずっと安心して使っていけて AM の実力っていうのを上げていけるっていうねそういうコントローラーとしてこの G7 Pro 8K PC を選ぶのはすごくありじゃないかなというふうには思うところですね。はい。で、コールオブデューティーブラックオプス7に場面変わってますが、こちらでもね、本当に強いそういうコントローラーだなというふうに思います。
こちらの方が以前からも言ってる通り、あんまりねその震えとか RC フィルターの利点っていうのがそこまで大きく感じないようなところがあってですね、これは私がただ単にコールオブデューティーにいまいち慣れてないからなのかもしれないんですけど、普通にですね、戦っていけますし、やっぱり低遅延差っていうところのメリットっていうのは大きいのかなっていうところは感じられるシーンなんかもあってね、すごく快適に遊ぶことができました。パッと振り返ってですね、敵の足音とか銃声聞こえてパッと振り返ってパッとエイム合わせて撃つみたいなシーンとかでね、非常に強みがあるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。言うてね10ミリセカンドないぐらいの差でしかね最近のコントローラーとの差っていうのはないので、実際体感しているのかどうかっていうのは結構怪しいところだったりもするんですけどね、そのあたりね、もう本当にコントローラーっていうのは数字の世界でしか差が見られないような、体感するのは難しいような、そのぐらいの高速差になってきているっていうことなんじゃないかなと思いますね。純コンと比べるとですね、デュアルセンスエッジあたりと比べて4、5ミリセカンドぐらいですか、高速化されているということなんで、そういった純コンよりも遅延の少ないコントローラーが欲しいという方にもいいかなっていうのと、体感できるかどうかはね別としてですね、震えとかも結構小さめなんで、もうとにかくですね、実力勝負だという方に非常におすすめな、そんなストイックなコントローラーかなって思いました。はい、続いてストリートファイター6の方ですね、十字キーの検証のためにやってきました。このお皿型の十字キー、本当に、G7 プロの無印の時から思ってましたけどね、格ゲーには向いているコントローラーなんじゃないかなというふうに思います。どうしてもガタつき気になる方っていうのはいらっしゃるかなとは思うんで、そのあたりはねちょっと注意が必要かなと思いますね。で今回ですね、この企画のためにこのすごく評判がいいですね M30 っていうコントローラーを使ってスト6やってみたんですけど、こちらはですねちょっとストロークが、メンブレンでかなりゴムがね、大きめに入っているのでストローク大きめだったんで、必ずしもこっちが優れているっていうほどの差は私は感じなかったですね。全然 G7 Pro 8K で格ゲーやっていけるんじゃないかなというふうに感じました。はい、最後にアセットコルサを、アナログトリガーと振動機能のテストのためにやってきました。振動機能に関してはですね、特別優れてるってわけじゃないんですが、悪くもないぐらいですかね。いつもの G7 プロ無印の頃からね、そこまで大きく変化のないようなそんな振動ではありましたね。特に優れているコントローラーと比べるとややもう少しね、ちょっと頑張ってほしいかなっていう気はしました。アナログトリガーは、こちらに関してはね、全く文句なくよくて、すごくね、扱いやすいそんなアナログトリガーかなというふうに思うので、レーシングゲームもねしっかり遊んでいけるかなっていうふうには思います。とにかくスティックの操作感、やっぱり左スティックでこうハンドルの操作やっててもすごくいいですし、やっぱり改めてね、FPS ゲームだけじゃなくレーシングゲームでもこの JS13 Pro っていうね、スティックは本当に素晴らしいなというふうに思いますね。本当に思い通りに操作ができて、かなり純コンに近いんじゃないかなっていうふうにはやっぱり思いました。レーシングゲームでもそんなね、操作感だったかなと思います。なのでね、もうさすがにアルプススティックはね、使わなくていい時代が今度こそやってきたんじゃないかなと、そんな風に思います。もうさすがに TMR のこの JS13 Pro でドリフト耐性が高いスティックでね、ようやくもう完全に遊んでいける、そういう時代がやってきたかなっていうんでね、本当にそこは嬉しいことだなというふうに思います。もともとが G7 Pro っていうことで期待値かなり高かったわけで、そこまで絶賛してないですけど、本当にレベルの高いコントローラーだと思います。はい、そしたら G7 Pro 8K の分解をやっていきます。まずはフロントパネル外していきますね。はい。で、十字キーも外しちゃおうかな。はい。そしたらトルクスの T6 ですね。っていうドライバーで、1、2、3、4、5、6個
のネジを外していきます。よいしょ。はい、6つのネジが外し終わったら、このままフロントパネルが外れてきますので、裏返して、ちょっとね、爪で結構きつくはまってるので、これを外していくんですけど、どっから外すのがやりやすいかな。多分このグリップ部分からですね。はい、外れてきました。同時にこのショルダーの部分も外れてきましたね。これでフロントパネルが外れてきて、よいしょ。まあこの段階で振動除去とかしたい方はこれで外せますし、スティックとかをね見たければこれで簡単に見ることができますね。これ以上ね分解する必要っていうのはほとんどないかなとは思うんですけど、で、この十字キーのところはねこういう大きなバネになっていてですね、で、マイクロスイッチがあって、はい、でこのマイクロスイッチは全てカエル製のマイクロスイッチになってますね。ここのね十字キーがちょっとガタつきが大きくてあまり好きになれないよっていうね方も結構多いんですけど、どうでしょう。なんかちょっとシールみたいなのが貼ってあって型防止みたいなこともやってるんですかね。このね十字キーのパーツ、以前と比べると改良がされてるような気がします。私の個体に関してはなぜかこの、B ボタンかな B ボタンのところにシールが貼ってありますけど、こんな感じの裏面になっていて、でフェイスボタンのところはカバーがあるんですけど、これピッと取れてですね、よいしょ、中身マイクロスイッチがよいしょ入ってますと、なんかいろんなところにこれシールが散らばってんなこの十字キーの中にもなんかシールが入ってますね。これ本当は十字キーのところについておくべきものなんじゃないかな。こんなシールが入ってましたけど、フェイスボタンの中を見るとこうシールが貼られてますね。押すところにねちょっと反射してるものがシールになってます。それがこれなんで1個なくなっちゃってるからここに貼り直してあげた方がいいんだな。これは何なんですかねこんなね細かなシールがあることによってフェイスボタンの押し心地よくなったりするんですかね。あんまりこれ外れてるものに関して別に気にならなかったですけど、でこれ光学式のオプティカルマイクロスイッチのねやつですね。これがフェイスボタンには使われてます。スティックのところがね気になるところではあるんですけど、このスティックですね、ゲームサーのオリジナルになっているですね、K シルバーがね作っているっていうことなんですけど、マグレズって書かれてます。こちら新世代の TMR スティックですね。ジェン2とか言ってましたっけね。JS13 Pro の世代のスティックっていうことで、確かに感度はねリニアでしたね。このスティックは結構いいかなっていうふうに私は感じましたね。で LB、RB のところがタクトスイッチで、ショルダーボタンのところはカエル製のマイクロスイッチが使われてます。せっかくなんでこの背面パネルの方も外していきたいと思います。どれを外せばいいかちょっとわからないんですけど、1、2、3、4、5、6、7、多分ここも外さなきゃいけないかな。結構ね、ここからバックパネル外すのは外すネジの量が多いです。はい、こことここですね、この2つのネジは外さなくてもよくて、なんで1234567かなですね、7個のネジを外しましたね。はい、これで外れてきました。このねヘッドフォンジャックのところの基板は別体になっているので外してあげて浮かせると、はい、外れてきましたね。
で、背面ボタンはこういうタクトスイッチになってて、その他見るべきところっていうのは、あとこれか。そうですね、トリガーストップですか。トリガーストップはですね、こう、アナログトリガーモードだと、こんな感じで、このね、支柱になっている部分っていうのが、ここの支柱が、このマイクロスイッチを避けるようにこう入っていくんで、アナログトリガーになるんですけど、トリガーストップをこうオンにすると、このマイクロスイッチのボタンのところがちょうどこの支柱みたいになっているところに当たるようになって、これでトリガーストップが機能するっていう仕組みになってます。非常にシンプルですけどね、全然これでも十分にトリガーストップの機能としてはね、うまく機能するっていう感じがしますね。ここは緑色だけど、おそらくそうですね、カイル製のマイクロスイッチがトリガーボタンのスイッチには使われてます。背面ボタンのところはこんな感じのね、いつもの仕組みですね。ゲームサはこういう仕組みにしてることが多いですね。だから基本的には G7 Pro の作りをそのまま使って 8000Hz 対応にしたりとか、あとはスイッチに対応してきたりとかっていうところですね。PC 向けにカスタマイズっていうのが行われたようなコントローラーになっているかなと思います。そしたらこちらの基板使って、X ボタンを今回は使ってですね、スイッチ2の遅延検証と、あとはブルックウィングマン FGCVX を経由して使った時の遅延っていうのの検証ですね。PlayStation 5上での遅延の検証っていうのもやっていきたいと思います。はい、以上ですね。ゲームサー G7 Pro 8K PC コントローラーのレビューをしてきましたが、いかがだったでしょうか。特にジッター系の設定っていうのが使えないコントローラーとしてはやっぱり最高峰にあるかなと思います。JS13 Pro 搭載していてスティックの操作感完璧です。もう本当に文句のつけどころがないですね。ついに私もスティック間のカーブを計測するっていうことがね、必要なくなってきたかなっていうふうには思っているところでね、私がずっと取り組んできたところっていうのはもうね、コントローラーとしては改善されてきてですね、非常に嬉しいことかなっていうふうには思うところですね。遅延性能めちゃくちゃ高いっていうのは間違いないですね。トップかどうかっていうとそういうわけではないんですが、マリスボードをね、手に入れるっていうのがちょっと難しいっていう方はもうこれで全然いいんじゃないかなというふうに思いますね。プロゲーマーさんとかにもね、使っていっていただけたらいいコントローラーかなっていうふうには思うぐらいですね、非常にいいコントローラーだと思います。実際のゲーム内での操作感もすごく良くてですね、めちゃくちゃ強いコントローラーっていうのは間違いないですね。一つですね、実体系設定ができないコントローラーとしてはですね、総合的に見てナンバーワンって言って間違いない、そういうコントローラーになってるかなというふうに思いました。もう欠点っていうのはもう本当にないんじゃないかなと。これに何か欠点があるとすれば、好みの分かれるデザインぐらいでしょうか。はい。G7 Pro 無印の時と違ってですね、コラボモデルしかね、発売されていなくて、現状そのシンプルなものっていうのが発売されていないというところもあってですね、ちょっと好みが分かれるっていうところはあるのかなと思うんですけど、そのあたり気にならないよっていう方とか、あとはね、性能面重視される方は、これをね、入手しておけば、相当長く使っていけるんじゃないかなというふうには思います。どうしてもね RC フィルターとかジッター系設定っていうのはまだまだ発展途上のところがあったりとかですね、規約的にも今後どうなるかわからない不透明性っていうのが非常に高まっている、そんな中でですね、買って、その後すぐにさらにいいものが出たりとか使えなくなったりとかっていうリスクっていうのはどうしてもそういったものにはあるので、それをね考えるとあえてこっちを選んで安定して長く使っていくっていう方を選ぶっていうのはね、全然ありなんじゃないかなと、そんな風に思っていたりするところですね。はい、というわけで、こちらですね、モノルの Apex Legends 向きゲームパッドコントローラーおすすめランキングの方に G7 Pro 8K PC はランクインしていますということで、今回はこちらですね、3位にランクしました。
まだね、1位にランクするであろうコントローラー、1台だけ、記載はしてないんですけど、まあやっぱりジッター系設定が使えるコントローラーっていうのは Apex で、まあまだね、証明されてないっていうところではあるんですけど、やっぱり個人的には強い気がしますということで上位に来るっていうところ。そうですね。レインボー3とね、G7 Pro 8KPC どっちが上なんですかっていうところね、非常に、悩んだんですが、もうこれ完全に、個人の好みを、若干押し付けてるとこあるんですけど、静電容量スティックのレインボー3の方が操作感私は好きですということで、こちらをね、上位に、上げさせていただきました。この2位と3位に関しては本当に上下すぐに入れ替わるかなと思います。レインボー3の方に関してもね、安定化係数の設定できるようになっているということで、ある意味ジッター系コントローラーとも言えるのでですね、ちょっとね、そこは難しいところではあるんですけど、3位とこの1位と2位っていうところの差っていうのはね、非常に少なくて、特にこの G7 Pro 8KPC に関してはですね、そういうフル A 関係のね、設定っていうのができないっていうところで、落ちているっていうポイントと、あとはレインボー3の静電容量スティックと比べて私はね、ちょっとだけ、静電容量の方が好きだよっていうね、ところでこういう順位にしました。もうこれは本当に人によって、完全にね、変わってくる、順位が変わるところだと思いますので、そのあたりですね、ぜひね、このトップ3に関しては結構ですね、このトップ4以下と比べてもちょっと離れてるかなっていうくらいの感じはあるのでですね、ファイアバードは一強みたいな最強みたいなとこあるんですけど、あまりにも入手性がね厳しいっていうところでこの順位になっているっていうことなんで、トップ3から選んでおけば外さないんじゃないかなぐらいの感じのランキングにはできてんのかなと思いますので、ぜひね、G7 Pro 8KPC 気になったよという方はね、検討してみてはいかがでしょうか。はい、以上ですね。このレビューが参考になったよと思った方、高評価とチャンネル登録、またハイプの方もぜひよろしくお願いいたします。以上、モノルでした。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。